はい、皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。もうすぐ2月14日、バレンタインデーが近づいてきましたね。ということで、今回は日本のバレンタインはどんなことをするのかについてお話ししたいと思います。大きく分けて3つのテーマがあります。まず最初に、日本のバレンタインデーには誰が誰に何を渡すのかについて話します。そして2つ目は、いろんな種類のチョコレートがあることについて。そして最後に、ホワイトデーって何についてお話しします。バレンタインデーって国によっても全然違うんですよね。ですので、日本もとてもユニークだと思います。この話を聞いてみて、皆さんの国のバレンタインデーと日本のバレンタインデーの違いをぜひ比べてみてください。そして私も皆さんの国のバレンタインデーについて知りたいので、ぜひコメントで教えてくださいね。綾野ズラーニングハブ。それでは早速一つ目のテーマ、誰が誰に何をあげるのかについてお話ししていきましょう。日本のバレンタインデーでは、実は女性から男性にプレゼントをあげます。世界的に見てみると、日本の逆で男性から女性にプレゼントをあげることが多いですよね。日本ではなんでじゃあ女性から男性にプレゼントをあげるようになったのかということの理由なんですが、その理由は日本のチョコレート会社の広告がきっかけと言われています。日本にはもともとバレンタインデーという文化はありませんでした。でも1958年頃と言われているんですが、いろんなお菓子の会社やデパートが海外のバレンタインデーの文化に注目しました。それでチョコレートをバレンタインデーに送って好きな男性に告白しましょうというふうに宣伝したんですね。告白というのは自分があなたのこと好きですという気持ちを相手に伝えることです。これが女性たちの間で一気に広まってブームになったんですね。そこから日本でのバレンタイン文化が広がっていったというふうに言われています。実は日本の少女漫画やドラマでは好きな人にチョコレートを作ったり、チョコレートを買って渡す、そして好きですと告白するというシーンがたくさん出てきます。私も小学生、中学生、高校生、大学生の頃は毎年チョコレートやカップケーキなど手作りスイーツを作って好きな人に渡していました。好きです。付き合ってくださいと告白したこともあるんですよ。それで両思いになったこともあるし、振られたこともたくさんあります。両思いというのは好きですと伝えたときに相手も私のことを好きでいてくれるとき、この関係を両思いと言います。お互いに好きということです。そして振られるというのは好きですと言ったときにすみません、その気持ちは受け取れませんと断られることを振られると言います。バレンタインデーが近づくといつもドキドキしていたことを思い出しますね。今はすごく甘酸っぱくていい思い出です。今言ったように日本のバレンタインデーでは女性から男性にスイーツ、例えばチョコレートやクッキー、カップケーキなどをあげることが多いです。イギリス人の彼氏がいる友達から聞いたんですが、イギリスでは男性から女性にプレゼントをあげるようです。例えば、花束やアクセサリー、そして豪華なディナーに連れてってくれたりするそうです。とってもロマンチックで羨ましいと思いますね。日本ではなんで男性から女性にそういうプレゼントじゃないんだと思うんですが、皆さんの国ではどうですか？二つ目は日本のバレンタインデーのいろんな種類のチョコレートについてです。先ほど言ったように日本では女性から男性にバレンタインのプレゼントをするというのが多いんですが、その中でも元々あったものから最近生まれたものまでたくさんの種類の
プレゼントがあります。まずは、本命チョコという種類のチョコレートがあります。本命というのは好きな人という意味です。本命の人に対して手作りのチョコレートやスイーツを作って渡したり、あとはちょっと高いブランドのチョコレートを買って渡したりすることで、好きという気持ちを相手に伝えます。本命チョコを渡すと言います。あとは義理チョコというのもあります。義理チョコというのは普段お世話になっている人に渡すスイーツのことです。例えば会社の上司や先輩、あとはクラスの男子、そういった人に渡すものです。これがまた大変なんですよね。クラスメイトもいっぱいいるし、会社の人もたくさんいるので、数をたくさん用意しないといけません。ですので、お金がかかります。でも、本命チョコのように一つのチョコレートにたくさんお金をかけるのではなくて、一つ一つはそんなに高くないものを用意することも多いです。例えば、大きな袋にたくさん入っているスイーツの袋を用意して、それをばらまくこともあります。ばらまくというのは、いろんな人に配ることをばらまくと言います。ですので、ばらまきスイーツとか、ばらまきチョコと言ったりもします。中には特にお世話になっている人、特にありがとうって伝えたい上司や先輩などにちょっとお金をかけてプレゼントをするという人も中にはいます。もともとはこの本命チョコ、義理チョコ、この2つが日本のバレンタインで定着しているチョコレートの種類でした。でもそれだけじゃ日本の会社、スイーツの会社は物足りなかったんですね。ですので、次々といろんな種類のチョコレートを宣伝しました。例えば、友チョコというものです。友チョコというのは、友達の友と書くように、友達同士でチョコレートやスイーツを交換して楽しむことです。大体は女の子同士で友チョコ交換をやっていることが多いです。彼氏や好きな人はいないけど、バレンタインデーの雰囲気は味わいたいという子たちが、この友チョコ交換をしています。あとはマイチョコというのもあります。マイチョコのマイは英語のマイから来ています。なので、文字通り自分に送るチョコレートのことです。普段、仕事や学校での勉強、あとは家事など、頑張っている自分へのご褒美として用意します。ですので、いつもは買わないようなちょっと高いブランドのスイーツを買ったりすることで、贅沢な気分を味わいます。こういうふうに日本のスイーツ会社がたくさんの種類のチョコレートを作っています。それで毎年いろんなチョコレートの種類がね、出てくるんですよ。なのですごく面白いですよ。それについていくのもね、大変ですが、このバレンタインデーの文化を楽しんでいる人がたくさんいるというのも事実ですね。最後の3つ目にお話しするのは、ホワイトデーって何？についてです。2月14日はバレンタインデーで世界のいろんな国で共通している日ですよね。でも実は日本にはその1ヶ月後、3月14日にホワイトデーというのもあります。このホワイトデーは何かというと、男性が2月14日のバレンタインデーにプレゼントをくれた女性にお返しのプレゼントをする日のことです。ホワイトデーにどんなものを男性が女性にお返しするかというと、スイーツやハンカチ、あとはハンドクリームなどのコスメグッズをプレゼントすることが多いです。結局、お返ししないといけない男性も大変ですね。ホワイトデーが日本に生まれたのは、バレンタインデーが流行り始めた1958年の約20年後、1978年ぐらいと言われています。そのきっかけを作ったのは、全国菓子飴工業組合という組織だったようです。最初3月14日にキャンディーをバレンタインデーのお返しとして男性が女性にプレゼントする日というふうに決めたそうです。ホワイトデーの名前をホワイトにした理由は、白が純愛のシンボルだからということです。3月14日はホワイトデー、純愛の日と言っていたわけなんですが、
しっかり裏ではビジネスが動いていますね。バレンタインデーでたくさんのスイーツが売れたので、それに便乗してホワイトデーも生まれました。便乗するというのはチャンスを利用するということです。ですので3月14日も日本ではたくさんのお菓子が売られています。お隣の韓国にはなんと4月14日にブラックデーという日もあるらしいです。バレンタインデーとホワイトデーは恋人の日ですよね。でも、このブラックデーは恋人がいない人たちを慰めるための日ということです。ブラック、黒ということで、黒い食べ物、例えばジャージャー麺などを食べるらしいです。面白いなぁと思います。この韓国のブラックデーの文化が近いうちに日本でも広まるんじゃないかなと思っています。日本のバレンタインデーのお話を聞いてどう思いましたか？皆さんの国のバレンタインデーと似ているところもあれば、全然違うというところもあったんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんの国ではバレンタインデーをどう過ごすのかについても教えてくださいね。他の動画では私のデイリールーティーンや日本人が驚く海外での当たり前10選などについてもお話ししていますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。